上から持ってきて内側から外側に流す。上から持ってきて内側から外側に流す。足がね冷えているのと、それに伴って足がちょっとむくみが出てますね。甲状腺と副甲状腺もちょっと硬いので、ストレスとか睡眠不足とかそういったものによるですね、運動不足かなっていう感じはしますね。この辺は胃の反着になりまして、やっぱちょっと硬いですよね。とてもね冷たいのでね、お腹がやっぱり冷えてる。あとはこういう風にね、こうなってる感じがというかすねのところに出てるので、この辺がリンパ液が溜まるポケットがあるところですね。しっかりリンパなんですけど、ちょっとねやっぱり。では本日担当します星野です。よろしくお願いします。では本日はふくらはぎと足裏とハンドリフレという風な感じで進めさせていただきますが、特に足とかハンドっていうか腕から手のひら気になる箇所とかございますか？初めてなので、どこがどんな感じなのかっていうのをちょっと教えてもらいながら、そうなんですね。話していければと思います。はい、かしこまりました。では全体的にしっかりと流させていただきますので、はい、今日はよろしくお願いします。ではですね、まずフットリフレから始めていきますので、あちらが頭で仰向けに寝ていただきますね。では失礼します。力加減はいかがですか？はい。大丈夫ですか？はい。はい。もし強すぎて痛かったりしたらすぐにおっしゃってくださいね。はい。足がね冷えているのと、それに伴って足がちょっとむくみが出てますね。冬はねどうしても汗をかかないくなるので、水分代謝が落ちたりとか内臓が冷えてむくみにつながったりしますのでね、温めてくださいね。ここが脳の反射区で少し硬いので、睡眠不足だったり寝つきが悪いとかそういう感じがちょっと出てるので、やっぱり体温めてゆっくり寝ることが大事なので気をつけてくださいね。ここは肩の反射区でやっぱり硬
肩こりがあるのか硬いですね。今はちょっとパソコンだったりとかスマートフォンとかね、下を向くことが多くなってきてしまいますので、姿勢とスマートフォン気持ち高めで見てあげるとこの辺もすっきりすると思いますね。甲状腺と副甲状腺もちょっと硬いので、ストレスとか睡眠不足とかそういったものによるホルモンバランスの乱れもちょっとありますね。今までで一番はい効いてるってあ、感じ。そうですか。ここは肺の反射区になりますので、ね、運動不足かなっていう感じはしますね。どうしてもねエスカレーターとか使いがちなんですけど、やはり階段をねちょっと使うっていうことが一番有酸素運動では多分有効だと思うので、少し多めにしてあげてくださいね。やりすぎちゃうとね逆に疲れが出ちゃいすぎちゃうのでほどほどでお願いします。ここは心臓の反射区になるんですけど、やはりちょっと硬いですね。心臓が悪いとかそういうのではなくて冷えがあるので血行不良とかですかね。それが血行不良とかが起きてきちゃうとこの辺脾臓になるんですけども、免疫力が低下して風邪ひきやすいとかそういったのに影響してきちゃうのでね、とにかく温めることですね。この辺は胃の反射区になりまして、やっぱちょっと硬いですよね。もともと胃の調子とかお腹の調子とかそういったものは普段からはいかがですか？自分でははい自覚ないんですけど、なるえほどってどうしてもね胃が弱っちゃうとお腹とね直結しているのでね、腸の反射区も痛かったり硬くなったりしやすいのでね、特にこの辺が腸の出口の部分になるので、はい、ここをねご自身でもねちょっと刺激してあげるだけでもね胃とお腹の調子は格段に良くなると思うので、ぜひ意識してみてください。
辺が骨盤周りになりまして、とてもね冷たいのでね、お腹がやっぱり冷えてる。あとは PMS があったりとか、そういった女性特有の場所ですね、その辺も冷えてるみたいなので、おへその下あたりをちょっと温めてあげるっていうのが大事ですね。そこが温まってくると全ての巡りがちょっと良くなるので、もし寒い日カイロを使用するのであれば、少しその辺も温めてあげるとお体全体が温まりますね。ちょっと痛いのが続くかもしれないのでおっしゃってください。胸も張ってますね。ちょっと膝がねハの字になっているので X 横脚気味なのか、ちょっと外側に重心がかかりすぎてるみたいですね。こういうふうにね、こうなってる感じがふくらはぎというかすねのところに出てるので、気持ち親指意識して立ってあげた方が綺麗にまっすぐねなるのでね、その辺もたまにでいいのでねやってみてくださいね。
の辺がリンパ液がたまるポケットがあるところですね。しっかりリンパなんですけど、ちょっとねやっぱりプチプチしてるので、むくみやすさのせいで溜まりやすくなってますね。この辺は自律神経のところなんですけど、やっぱちょっと硬めなので、冷えからくるのと、やっぱり睡眠不足ですかね。そういったのでね、この辺が硬いですね。自律神経が乱れるとね、いいことはあんまりないのでね、体をやっぱりよく動かすことも大事なので、湯船に浸かってる時に肩回したりとか、あとはそうですね、肩甲骨の間ぐらいのところをちょっとやっぱりカイロで温めてあげるっていうのも一番ねいいので、その辺もやってみてください。寝るときは靴下履いて寝たりされるんですか？いや、それはなく、ならいいですね。足の裏からちょっとね、体温調節とかもするのでね、もし足冷えて寝れないのであれば、レッグウォーマーみたいな足首のあたりとかふくらはぎを温めて寝るのがいいと思いますね。
したら右の方が痛いかもしれないので、調節ありましたらすぐにおっしゃってください。この辺は鼻になるんですけども、ちょっとコリコリしてますね。鼻風邪ひきやすいとか、そういった感じがあるのかもしれませんね。ここは小脳になりまして、姿勢が悪かったり、あともちろん運動不足もあるんですけども、姿勢が丸くなってきちゃうとどうしてもね、この辺に固まりがちなので、寒いですから姿勢も気をつけていただきたいと思いますね。首も硬いですね。この辺は右の首になるので、右下で寝たりとか、何か左を向いて作業することが多いとか、そういう感じがこの辺に出てますね。この辺は目の反射区になるんですけども、少し左足よりは右の方が痛がってる感じがありますね。視力が左右ちょっと違うとかあるんですか？でもなんか右はい。の方がはい。確かに目使ってる感じもある。そうなんですね。それはやはりデスクワークとかですか？そうですね、ほぼパソコン作業です。そうなんですね。
ご自身で足の裏とかもケアされるときはこの辺ですね、一番ちょっと大事な箇所になるので、有線というところですね。ここを軽く刺激してあげるだけでも足が温まるので、それもねプラスしてみてください。でここは肝臓になりますね。お酒っていう風なね、肝臓イコールお酒というイメージはありますが、日々のストレスでもね、この辺は硬くなったり肝臓も疲れがちになるので、ほどほどにお酒とか、あとはストレスね発散してあげてくださいね。右足も胃の調子があまり良くないような感じが出てますね。硬いですね。
お風呂入っている時ですね。体洗って石鹸が泡がついてる時で上から持ってきて内側から外側に流す。上から持ってきて内側から外側に流す。これをやるだけでもむくみが取れてね、すっきりしますし、あとわざわざねオイルを買わなくてもご自身で簡単にケアができるので、上から持ってきて内側から外側、持ってきて内側から外側、これをね本当に数回だけでいいので力もあまりいらないので、ぜひやってみてくださいね。